一人暮らしになって15年ぐらいが経ちました。一人暮らしは寂しいでしょってよく聞かれます。寂しくないですよ。痩せ我慢じゃなくて本当です。おかげさまで家にいてもやりたいことがたくさんあって楽しいです。でも一人暮らしを始めた頃、不安だったことはあるんです。どうして不安なんだろうってじっくり考えました。で、気づいたんです。一人でも家族がいても楽しく過ごせるかどうかは気の持ちようだってことに。幸せの青い鳥という動画、子供の頃に読みましたよね。私も読みました。幸せはどこか遠くにあるんじゃなくてすぐそばにある、心の中にね。そういうお話でしたね。若い頃はもっともっと大きな幸せを求めてたような気がします。たまに大きな幸せに出会うより、毎日出会える小さな幸せがいいと思えるようになったのは、人生の半ばを過ぎてから、いろんなことを経験してようやく気づいたんです。どんな経験をしてきたのか、少しだけお話ししますね。実は結構長い間結婚してました。そして離婚しました。だからって結婚生活がうまくいかなかったらすぐに離婚した方がいいですよなんてことは思ってないです。夫婦でいくつもの荒波を乗り越えて仲良く暮らしていくのが一番です。そういうご夫婦を見ると素敵だなって思いますよ。でもどうしてもうまくいかなかったら、まあ仕方がないですね。別れて結婚についてあれこれ悩むことがなくなってほっとしました。それはそうなのだけど、人間って不思議なものですね。問題が一つ解決すると別の問題がじわじわと心の中に湧いてくるんです。一人で生きていく不安、経済的な心もとなさ、今は健康だけど将来病気になって働けなくなったらどうしようとかね。勇気を出して一人の人生を踏み出したはずなのに、不安の種はつきませんでした。そこで気がついたんです。結婚してても大変で、別れても不安だったらいつまでたっても幸せになれないじゃないってね。幸せより不安を強く感じるのは当たり前のことなんだそうです。不安を感じて危険を避けるのが命を守るための本能なんだそうですよ。そのせいで本当は幸せなのに小さな不安が大きく見えちゃう。幸せはあちこちに落ちてるのに、それが見えなくなってるなんて本当にもったいない。気持ちが下向きになってるなと思ったら、私は声に出して言うんです。今おいしいご飯を食べられてるよね。だったらもう十分に幸せだよねって。一人のご飯は寂しいとか、孤食は良くないってよく言われるけど、そんな風に思い込まないようにしてますよ。だって一人だっていくらでも楽しいご飯を食べられるんですから。今日はちゃんと作るぞって日もあるし、ちょっと手抜きしちゃおうかなとか、買ってきちゃおうかなとか、まあそんな日もあります。本当に自由です。自由って楽しいですよね。この夏はお裁縫にハマってます。一人暮らしだからいつでも音を気にせずにミシンが使えます。
去年作って似合わなかったチュニックをブラウスに作り直すことにしました。生地が足りない分は端切れのレースの布を使ってどうにかしますよ。そんな継ぎはぎのブラウスだけど、それでも大丈夫そうなデザインを考えました。こねておいたパン生地が発酵しました。お裁縫は一休み。パンを焼いておかずを一品作っておこう。夏はナスが美味しい季節ですね。暑い日は火を使わずに電子レンジで作ります。ナスにきのこに塩麹につけておいたささみ。一人暮らしだけど3、4日は食べられるようにたっぷり作っておきますよ。つけ汁はごま味噌味にしましょうかね。醤油味にしたりポン酢味にしたり、味付けはその日の気分で変わります。オーブン庫内の食品を取り出してください。包丁も使わない横着料理。火が通ったナスもささみも菜箸で裂いちゃいます。切り口がギザギザの方が味がよくしみるんです。レモンシロップのお砂糖が溶けてきました。パンも発酵しましたね。いいかな。難しいぞ。オーブン庫内の食品を取り出してください。
白いブラウスができました。薄手のリネンがさらっとして気持ちいいです。袖は途中からレース生地にしましたよ。身ごろも下半分はレース生地。風が通るかわいいブラウスができました。この夏すごくおいしいレシピを思いついたんです。スイカのサンドイッチ。抹茶の渦巻きパンを焼いたからスイカも丸くしてみよう。ヨーグルト入りの爽やかなクリーム。フルーツサンドっていつ食べますか？おやつかな？これはデザートに食べますよ。お昼ご飯は作り置きだけで済ませます。どれも火を使わずに作ったおかずです。お肉とかお魚とかドーンとしたメインのおかずはなし。おつまみみたいなおかずだけどお野菜たっぷりだからいくら食べても大丈夫。お腹いっぱいになるまで食べましょう。いただきます。デザートの時間です。面白い柄のスイカのサンドイッチになりました。こんな不思議で美味しいお昼ご飯が食べられるのも一人暮らしだからですね。好きなものを好きなように食べてお気に入りの服を作って今日も幸せでした。